味しいものがありゃどこまでも飯飯旅。Season 6今回の飯旅は北海道大気サラベツ界隈。帯広郊外もね抽選。それでは早速 Let's get it started. 1. Makubetsu Bistro Brown 大気町にございますビストロブラウンさん。こちらは視聴者のサザンカさんからかなり好きなお店ですというタレコミいただき参上。こちらのオーナーシェフはホテルの副料理長を務められていたそうで、そのホテルがなんとこの界隈のニューヨークでもお世話になっておりますラウマン温泉ホテルアルコであることに気がつきました。ハンバーグが人気ナンバーワンということで早速注文。わお、小鉢ゾロゾロ系。そうざんす。ハンバーグはお箸を入れると肉汁がジュワーッと溢れてくるふわっふわ柔らかタイプ。何よりこのデミグラスソースが絶品。フォンドボーの深いコクと優しさを感じるデミで、しょっぱくもくどくもない絶妙な塩梅。まあホテル系のデミなら間違いないか。そして地味にこういうちょこっと楽しめる小鉢って嬉しいよね。嬉しい。切り干し大根はちょっとがっかりするけど、ひじきなら感激。そう？切り干し大根結構好き。今回は卵焼き、ポテサラ、かぼちゃサラダ、ふきの煮付けにきゅうりのお漬物、大満足のハンバーグでした。これはちっちゃなお子ちゃまからじいちゃんばあちゃん、老若にゃんにゃんみんなが大好きな優しい味付けの名ビストロでした。今度おいちゃんもビストロ。意味わかんない。2. Taisho Yakiniku Ron こちらは帯広市ですが、郊外メイクイーンで有名な大正にございます焼肉屋さん。視聴者のアットテントランさんから、帯広の大正町ロンのジンギスカン食べてみてくださいとの指令をいただき参上。地元で愛される焼肉屋さんのようでしたね。そうだね。なんともほっこりするお店とお客さんとの関係が忘れかけていた日本の日常を思い出させてくれる感じね。この懐かしいコンロの焼肉がまたいいじゃないですか。なんともノスタルジーな感じ。ノスタルジー。野菜をどんどん乗せたるじ。焼き野菜いっぱいで嬉しかった。このレトロなガスコンロでも全然いいんだけど、火力が上がらずやや不完全燃焼。あれやだ、不完全燃焼は一酸化炭素中毒を起こしちゃいますからね。そういう不完全燃焼ではありません。私自身が不完全燃焼。焼肉は強火で焼きたい派なのでね。ああ、確かに。なんかゆっくり焼けるタイプのコンロみたいね。俺たち超早食いだからさ、ゆったり焼けてちょうどよかったんじゃない？そうね。で、一緒にすな。超早食いはあーただけ。美味しかった。ごっちゃんした。3. Taiki Teppan Sun 続きまして、お好み焼き焼きそばの鉄板さんへ。 Google ナビに誘われ町から10分ほど走りますと、ありますんごい山の中、こんなところに本当にお店があるのと思うような道を進むとポツンとありました。がしかしお店に到着してみると、なんだか人気が全くないぞと思ったら、ガーン、なんとこの日は近隣の道の駅中類で開催されていた夏の感謝祭イベントに出店されていて、お店の方は臨時休業だったんじゃ。っていうか、道の駅中類ってさっきまでいた場所なんですけどねえ、タイムショックスパンチチチチチチチ、猫に足何本2本ってことで、急遽イベント会場の道の駅中類へ I'll be back。 いたいた、ここ残念ながら焼きそばのみの提供でしたが、タイミングよくまさに焼きたて熱々の焼きそばをゲット。この麺が麺食らいましたね。極太の麺がもっちもちとした力強い食感で食べ応え抜群。噛むと甘みがあって、家系ラーメンの麺みたいな好きなタイプの麺。この麺美味しい。ソースの味がきつすぎない。どこか優しくて香ばしい味わいで、これは大好きなタイプのお祭り焼きそばでした。この麺が入ったお好み焼きがいただけるなら、ぜひいただいてみたいですな。砂。4. Taisho Okashino Yakata Akutsu 続きまして、ほぼ毎年訪れておりますこちら、老舗の和洋菓子店お菓子の館阿久津さん。今回は視聴者の田沢さんからタレコミいただきまして、久々のご紹介。
今回は名物の十勝だよりと本格的なチョコレートボンボンショコラを3種類購入しました。ショコラのジャスミンはミルクチョコの中にほのかに香るジャスミンの華やかさがいいアクセントになっていて、香りが強すぎないのが好感触。ネパールティーはスパイスの香りが心地よく効いていて、チャイティーのガーナッシュとザクザクしたナッツの食感がエキゾチック。そしてシトロネラですが、レモングラスとパッションフルーツにオレンジリキュールで酸味を効かしたチョコなのだそうですが、2人とも全くレモングラスを検知できず、ジーンバカジタミしたビーズ。ただ美味しいチョコだねとなりました。そしてカステラ風の十勝だよりですが、いざ箱から出そうとしたら、一番美味しいこんがり香ばしい表面が袋にくっついて剥がれてしまい、なんとも無残な姿に。っていうか、田沢さんおすすめのミルクロードを買い損なってるし。これがおすすめのやつじゃないの？そうなんだ。うっかり勘違いして全く違うものを買っていたことが発覚いたしましてね。残念。もうしっかりしてやっちゃったわね。でもね、秋のメイクイン祭りの時にまた来るからさ、その時にまたってことで。9月下旬だっけ？ Maybe 多分ね。 Maybe taboo nay. 5. Today's katsu curry. Taiki. Warfu Italian Chotto. 発音悪いな。和風ね、和風。Gorman Nasai. 大樹町の住宅街、ちょっと外れにありますちょっとさん。お昼時に伺ったのですが、店内は近所のサラリーマンから老若男女、おじいちゃんおばあちゃんまで勢ぞろいしていて、地域で絶大な人気のお店のようです。あら、サラダとスープが先にサーブされんだね。特にスープがありがたいですね。もしもこのカレーが濃ゆすぎた時にルーに混ぜて希釈することができる、お蕎麦屋さんでいう蕎麦湯、つけ麺屋さんでいうスープ割り的な役割を果たしてくれるわけですね。はい、それ大事。こちらのカレー、酸味が強めでややハヤシっぽさも感じるデミグラスやトマトベースのコクを感じるイタリアンなカレーに、カツもサクサクで結構立派なおとんかつが乗ってナイスなカツカレーでした。何やら札幌のホテルで料理長を務めていたシェフのお店らしいっすよ。なるほどね。さすがですね。カツカレーにサラダとスープをちゃんとつけてくれるあたりは料理のバランスを考えてってことなのでしょうか。サラダスープ付きで1100円ってのはかなりありがとう系じゃない？ね、ありがとう。 6. Narkasatsu Nai. Tokuchino Fromage Hunten. チーズ&スイーツファンにはたまらない超有名店、十勝のフロマージュ本店さんへジェラートをいただきにやってまいりました。なんとこちらは JAF の会員証を提示するとシングル料金のままダブルにアップグレードできちゃうんですよね。ありがたよねえ、こんなの初めて。今回は名物のカマンベールと小豆のダブルをチョイスしました。シングル料金でね。アイスに添えられてるスプーンがなんと食べられるコーン素材でできていて、とっても可愛らしいですね。小さなバイキングビッケの帽子みたいだね。誰？これがちょっとクセ者でね、アイスをすくって食べてる途中でうっかりそのスプーン代わりのコーンまでポリポリ噛んじゃいましてね、食べる術を失うの巻でございます。これはうっかり噛んじゃうので皆さんご用心。カマンベールジェラートはコーンをカマンベールっつってね知ってた？このダジャレジェマナイがぶっ込んできたというね。いや、すっげえ。AI ってダジャレも学習しちゃうんだね。負けてらんねえぜ。 7. Sarah Betsu. Stella Terra Adamani. 知る限りではサラベツ村ユイニの宿泊施設サラパークに併設されております隠れ家イタリアンレストランステラテラアドマーニさんへやってまいりました。はい、こちらは認知はしていたんですが、宿泊施設、温浴施設併設のレストラン系はあまり手出ししない名したビーズ。今回はサラベツ村の行ってないお店をしらみつぶし作戦の一環でやってまいりました。珍しいパターンよね。バッポがイタリアン中のは。そうだね。本当はカツカレー予定だったんだけど、カツカレーのお店が定休日だったもんだから急遽予定変更ってことでちょっと嬉しかった。さすがにカツカレー続きすぎてたもんね。そうなんです。ってことでポルチーニだけのクリームリゾットをオーダー。あら、珍しいの言ったね。絵面的にパスタじゃね、なんかいつもと同じ感じで味気ないなぁ思いまして、そしたらポルチーニだけってのが目に留まりましてね。なあ、ポルチーニ大好きもんね。あまりにリゾットが美味しくて、これね2分で完食しちゃいそうだったんで、慌ててバケットを2枚追加注文してゆっくりいただきました。
この追加バケットがね1枚70円という設定が面白い思いましてね。なるほど。毎単位でオーダー可能なわけね。それはありがたいかも。ね、ステラおじさんの卵焼きってメニューも猛烈に気になりつつも、さすがに卵焼きだけじゃお店に申し訳なかろう思いまして。いや、パスタかピザ食べんしゃい。ピザないんさここ。あら、珍しい。ピザ外しのイタリアンなんて結構本格的な感じね、思った。まあ日本で例えるならば、ラーメン屋さんであれお好み焼きないんですかって言っちゃうみたいな感じかな。わかりやすいそれ。だけど村の雰囲気にはちょっとそぐわない施設よね、このサラパークね。あんまり紹介されてないけど、キャンピングカーのレンタルもやってる模様。カスタマイズされたワイドのロングのハイエースのたっけえやつが何台も駐車されております。あれいいな、買おうかなって思ったらすんげえ高くてビビったやつだね。無理無理。A Bee Hero, Bakery Shaman. 広大な小麦畑の中にポツンと佇むコンテナ型の可愛いパン屋さん、ベーカリーシュマンさん。このロケーション、思わず札幌市南区にある大人気ポツンとパン屋さん、森のパンさんを思い出す。はいはい、コンテナ内のレイアウトもそっくり。こんな素敵なコンテナパン屋さんが皿別にもあったなんて知らなかった。その名もシュマンさん。シュモンシュモン、うっかりリストに入れるの忘れとって。そういうとこやぞ菊池。大変申し訳ございませんでした。伺った時間が夕方近くだったため種類は少なくなっちゃってましたが、今回はこちらの3点を購入。そして驚きのこの出会い。カリカリ塩あんパンね、これ好きよね。ねえ、これヤバうまでしたよ。表面が揚げパンのようにカリッカリで、中は驚くほどしっとりたっぷりのあんこが入っていて、揚げパンのようだが揚げてないのかなって感じの油っぽさが全くないのが素晴らしい。じゃがいもと大豆ミートボロネーゼのピザも生地がふわっとしていて食べ応えがありつつ重すぎない軽い口当たり。一度オーブンでリベイクしたらさらにうまかろうだね。いやー、素晴らしい発見が今年もありました。このパン屋さんはお気に入りに追加。アンパンオブザイヤー、いやザベストアンパンオブマイライフじゃござんせんか。 The こりゃ best Anpan of my life. 確かに美味しいこれ皿別に来る。来なきゃならん理由が増えましたね。 9. A Bee Hero, Cafe Atira wins. 最後は飯旅大好物案件。十勝の広大な畑の中にポツンと佇む癒しの隠れ家カフェイタエラウィンズさん。あと広山田さんのタレコミでやってまいりました。古民家を見事にリノベーションした可愛らしいカフェでしてね、お食事系から自家製スイーツまで幅広く揃っている癒しの空間。うちのダジャレおじさん、豚子サンドというダジャレネームメニューにロックオン。はい、タコス、タコライス、サルサ系大好物&豚肉は裏切らないですからね。にホットのコーヒーをセットで。私は定番のオムライスをオーダー。このトマトクリームもほのかな酸味が爽やかでさっぱりと楽しめました。これ何ライス？オムライスです。豚子サンドはピリッと辛みが効いたチリソースにフレッシュなお野菜、そして甘辛く味付けされた豚肉の相性が抜群で、サンドイッチとしてもダジャレネームメニューとしても非常に完成度が高かったです。これは素敵なナイススポットご紹介いただきましたね。はい、あと広山田さん、美味しいタレコミありがとうございました。次回のメッシュとビはガチでまた食べたい。Ike Dharma Kubetsu Kaiwai des. O Tano Shimi ni. See you soon. 飯旅ではいろんな地域の動画を公開しています。飯旅、地名で YouTube 検索して気になる地域の動画を動画ご覧ください。よろしくしなく。そうざんす。ハンバーグはお箸を入れると肉汁がクジラ入ってた。火力があらかステラテラママドデニさん。あら珍しいピザ発しだけど村の雰囲気にはちょっとそぐわない施設よね。そういう施設さ。広大な小麦畑のシモンうっかりリストに入れるのを忘れてとってんそこ噛みましちゃったツッコミも噛みますか、うっかりリストに入れるのを忘れとんて。あげてないのかな。
あぐらあぐらはあぐら書いて書いてますね、2人とも。皿別に来る。こんにゃく。ごにゃ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 。イタイラウィズンズハン。